オーロボッツフランベチャンネル。いやー、少しだけ間が開いてしまったが今日はね。いやー、今月はどうしたことだ。なぜゆえにランクが思うように上がらないんだよ。チャンピオンとマスターのボーダーをさまよってやがるってね。そんな月始め経験ないだろうか。それはね、そうだそうだ、前回の検証で新ブラスト系のスプラッシュ範囲拡大の検証をやってなかったけどね。まあいいか、4メートル拡大するってことで敵の近接状態から少しだけ離れててもダメージ与えられるってことだろうからね。で、そうそう、前回のパトラッシュネタは見事にスルーされたよね。みんないや、あの後の話し合ってね。あれはフランダースの犬ってアニメに出てくるワンちゃんなんだね。まあそれはどうでもよくって、その昔そのアニメに出てくる女の子のファンだったんだね、フランベは。そこでそうだ、今更だがフィギュアでも買ってみようと思い Amazon に行ってみたところあったね。この女の子のフィギュア、早速購入ポチッとなぁと思った瞬間、メーカーサイドでの梱包間違いだね。フランベだっていくつもの間違いあるしね。他のマイナーなアニメのキャラクターを間違えたんだねってね、そう思ったのだが、フランベが見てたアニメの方が間違ってたんだね。まあさすがに皆さんスルーできやしないでしょこれは。どうだろう。もう1分30秒も無駄に使ったね。それでは本題。この現象についてはバトル歴長いみんなそれなりに理解されてるだろうが、改めて確認しよう。勝率が上がれば戦う相手も強くなるでしょう。これは当然なのだが、ポイントは月始めのランキングリセットで過去50戦の勝率が実力より高いところにあった時に発生しやすいとフランベは考える。こんな感じだろうか。つまり月替わりによってランキングはリセットされるが、過去50戦の勝率はリセットされないでしょう。なのでロボットや装備武器がオールマーク3のようなプレイヤーではなく、マーク1レベル12ほどのプレイヤー、実力とかでなく格納庫の戦闘力がそれほど高くはないプレイヤーに陥りやすいと考えている。勝率が下がるにつれランキングも下がる。そして勝率が上がりランキングも上がるのだが、高いところにいるスタートの影響によってチャンピオン昇格する頃には勝率 80% な安定とこまで上がる。総チャンピオンリーグ5030くらいまで上がると、その後勝率がだだ下がりとなってマスターに移行してしまう。そんな現象ね。多くのパターンは前月、いや今月絶好調じゃね。チャンピオンリーグも1桁だし、しかし格納庫はレベル低いんだけどね。そんな感じね。ではこの逆位相のパターンを打破しなければ安定的な気持ちになれないのでは。打破する方法とは、まあ気合と根性だろう。ご視聴ありがいや、それでは解決になってないな。もちろん必死に戦うことが前提だが、なかなか戦闘力高くない格納庫だと厳しいかもしれない。そこで考え方はこれだ。勝ちゲームを意識するよりも負けゲームでいかに3位以上で終えられるのか、ここだろう。勝ちゲームではどうやってもマーク3格納庫を差し置いて上位となることは厳しいと思うが、負けゲームではマッチングによって負けとなるような誘導がなされている。つまり総合戦闘力が高くないプレイヤーがマッチングされやすい。ここでなんとか生き延びてポイントを稼ぎ、大幅にランクを下げず勝率を少しずつ本来の勝率に戻す。そういうことだと考える。言い換えよう。勝率が落ちるベクトルの時こそ5位や6位となりランキングを大幅に落としてしまわないということです。ではその対策として考えられること、もちろん気合と根性でキルやアシストをできるだけ多く獲得する。そしてより多くのダメージを与える。これが基本となるのだが、当然そうやっていながらも逆位相は止まらない。フランベの対策としてはまず耐久値回復のポイントを獲得するのだ。決して多額のポイントではないが、結構これが6位や5位を避ける方法としては有効と思う。わずかな差、これで順位を下げることが少なくなるね。じゃあロボットはどれがいいってことでは、おすすめはナイチンゲールだろう。メンダーやテュールでもいいと思うがね。そうして修復ポイントを一定時間確保しつつビーコンもゲットする。これで役割は終了し、すぐさま次なるロボットでキルやダメージを稼いでいこう。ここでもひとひねりしてみようか。いつもの編成でもいいのだが、特に選びたいロボット、それはモジュール構成で考えてみようってことだね。本来ならばいつものロボット、これでよかったのだがこんなシステムにしてしまったからね。こんなひとひねりが必要となってしまった。スペシャリゼーションカテゴリーは5つあるよね。このうちニュークリアを使えるのは2つだけ。レイダーとダメージディーラーのカテゴリーだけだね。つまりよりキルとダメージを増やすための策としては、
絶対的なダメージを上げてみようってことね。いつものバトルでもより火力高けりゃより有利に働く、そんな傾向はあるはずだ。なのでこのカテゴリーのロボットをできるだけ編成に組み込もうってことね。そして最後の策として無理にビーコンを取りに行くのではなく、どちらかといえば後方でスナイパー的な攻撃を基本とするってことだろう。決してビーコンを無視するということではないからね。よりニュークリアマキシマムでの攻撃時間を確保するという目的だ。言い方を変えよう。とにかく気合と根性でロボットを延命させるのだ。できるだけ一つのロボットで後半まで戦い抜くのだ。そうしてバトルの流れを見てみよう。その時々となるが、おおよそ後半となればタイタンが出撃し始めるだろう。ゲージの進み具合にもよるが、敵のゲージとの差、これが倍以上となればおおよそ勝敗は固まってくるはずだ。ここまで進めばもう迷わずタイタンに切り替えてはどうだろう。これまでのダメージをさらに上乗せしようではないか。まああくまで数ある打開策の一つとしてご理解いただければ。とはいえ逆位相状態を打破するには負けゲームでどれだけランクダウンを避けるか、ここにありそうだ。ならば些細な対策でもかなりの効果は期待できると思う。チャンピオンリーグに上がるか否かの問題よりも心の落ち着きを取り戻す、そんなためにもね。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。